どうも、ボタニカリスティクスです。今日はね、アルティシマとベンガレンシスの見分け方をやろうかと思いまして、はい。そんなん簡単じゃんって、思うと思うんですけど、ちょっと前にね、初心者向けフィカスランキングっていうのを、やったんですよ。で、そこで、アルティシマ登場させたんですよね。ただ、このアルティシマが、斑入りのね、一般的なアルテシマじゃなくて、ふなしのアルテシマを僕ね、勧めたんですよ。でね、このね、ふなしのアルテシマとベンガレンシスの見分けがつかなそうっていう意見がね、出て、確かにと思って、ふなしのアルテシマを勧めた手前さ、ちゃんとそのね、見分け方について発信するのが誠実かなと思って。でね、そんな矢先なんだけど、ちょっとね、この写真を見てほしいんですよ。これね、とあるショッピングモールの、トイレの近くにね、飾ってあったフィカスで、アルテシマだと思ってよく見たらさ、ベンガレンシスだったんだよ。ベンガレンシスのフエリーと思って、こんなんあったらかなりレアじゃん。よく見てほしいんだけど、これでモザイク病じゃないと思うんだけど、なんかね、肥料不足とか、栄養不足、日照不足とか、そういったことが原因でこういう葉っぱになっちゃった、かわいそうなベンガレンシスだと思うんだけど、なのでね、不入りっていうことはないです。残念ながらね。たださ、こんなさ、栄養失調だったとしてもさ、こんなことやられたらさ、もう全然さ、アルテシマとの見分けがつかないよねってちょっと思って、これの場合は、不入りアルテシマと、なんだかわかんないフみたいなのがあるベンガレンシスとの違いだけどね。前回の話で言うと、ふなしのアルテシマと、普通のね、ベンガレンシスの違い、その見分け方を真剣に考察しようかと思いまして。葉っぱの色に頼らない見分け方ね。葉っぱを見ても分かりにくいっていう話だから、葉っぱ以外のところの違いを見ていこうと。まずはね。まず一つ目。触れるなら触る。もさもさしてたらベンガレンシス。ツルツルしてたらアルテシマ。これがね、一番手っ取り早いですよ。さっきの写真の、風みたいなのが入ったベンガレンシスも、ちゃんとね、触って、それで、ありましたよ。起毛がね。これでね、おそらくね、90% ぐらいの見分けはね、もう終わりです。これがね、一番大きな違いなんですよ。このね、アルテシマとベンガレンシスの。ただね、これでもわかんない場合もあるっちゃあるんですよね。というのはね、とあるホームセンターの園芸コーナーの話なんだけど、いつ行ってもね、葉っぱがツヤッツヤなね、お店があったんですよ。いつ行ってもね、綺麗なんですよ。カルキの跡なんか絶対ないんですよ。そうそう。リーフクリーンっていう、葉っぱをね、シューシューシューってやって、こうやって磨くとね、綺麗になるやつがあるんですけど、もうね、それはね、めっちゃやってるの。もうね、やりすぎなぐらいやっててさ、だからね、綺麗なんだけど、これね、いいことばっかじゃなくてさ、磨きすぎなの。もうね、フェイクグリーンみたいなんだよ。だから、ベンガレンシスのその肝もね、なくなっちゃってんの。裏側もしっかり磨いたんだろうね、もう。ツルッツルなの。ベンガレンシスなのにツルツルみたいな。こういうケースがね、なくはないよね。だからね、さっきのこの触って肝を確かめる。これだけでね、わからないケースってのも一応なくはないかなと。なので、じゃあ次はね、幹を見ましょう。幹の色なんですけどね。ベンガレンシスはとにかく白い。清潔感のある洗練された白なんですよ。アルテシマも割とね、白っぽいっちゃ白っぽいんだけどね。ただベンガレンシスほどの話じゃないんですよ。なんだろうな、もうちょっとね、アルテシマはもうちょっと浅黒いというか、前者、ベンガレンシスはソフィーマルソーかな。そうすると、後者、アルテシマはそうだな、ナスターシャキンスキーとか、そのぐらいの違いしかないんですけどね。別にね、具体的な色がとかじゃなくてもイメージですよ。勝手な。聞き流して。今話してきた肝とか、幹が白いとか。で、これはね、もうアルテシマとの見分けとか、っていう話じゃなくて、ベンガレンシスの特徴として、特に有名なね、ポイント2つなんで、これ覚えておいていいと思うんですよね。さて、それでもわからない場合は、葉っぱに戻りましょう。このね、2つの葉っぱの違いを、ちょっとね、細かく見ていきましょう。でね、このね、葉っぱの違いをね、なかなかね、デリケートな部分があって、というのはね、ベンガレンシスっていろんな葉っぱ持ってるんですよ。僕はね、ベンガレンシスをさらに細分化する必要があると僕は思ってるぐらいなんですけど、ベンガレンシスっていう名前だけでもう無数にいろんなね、種類の葉っぱがあって、もちろんね、個体差レベルの話もあると思うけど、ただ、どんな葉っぱだったとしても、まず先ほど言ったその肝、みんな共通してあるんだけど、葉っぱがね、大きさがね、まちまちだったり、葉っぱの縁が波打ってたり、一つの基準として楕円形の葉っぱをみんなイメージしてればいいと思うんだけど、そうじゃないちょっとおにぎりっぽい形してるとか、そういう違いがあるんで、ベンガレンシス見てるだけでもかなり混乱するんだけど、ただそういったねいろんな葉っぱをかき集めて、それでねアルテシマと対峙して、それでもやっぱり違いがあるよねっていうのが一つ。それはねドリップチップ、葉っぱの先っぽね、これがねちょっと違うと思うんですよ。アルテシマは葉っぱがこうなってたらぷくっとねちょっとドリップチップちょっとあるんですよ。ベンガレンシスはね、なぜかね、それがないんですよ。もうね、綺麗に削れたようにね、丸くなってるんですよ、先っぽが。この違いがね、面白いんですけど、細かい違いなんだけど、あるかな。なので、これが3つ目の、違いとして挙げられるかな。これでね、
フナシのアルテシマとベンガレンシス、もうね、見分けられると思うんですよ。どうでしょう。まあね、もちろんね、その、アルテシマのフナシってレアなんで、あまりこのね、見比べようっていう機会がなかなかないと思うんだけど、まずはね、普通のアルテシマとベンガレンシスの見分け方だったら、葉っぱの色だよね。アルテシマの斑入りね。それ違うよねっていう。それだけでも一発なんだけどね。ただ、大きなお店で、アルテシマ青とか、アルテシマ青葉とか、フナシアルテシマとか、そういうのを見つけたら、ちょっと見といてくださいよ。この違いをね。ちなみにね、話しててね、思い出したんだけど、どこかのね、お店はね、僕、今ちょっとどこのお店かは浮かんでんだけど、あえて言わないんだけど、アルテシマのフナシ置いてあったんですけど、ベンガレンシスって名前で置いてましたね。お店でも間違えるってことですかね。そのお店ね、フランスゴムのことをね、アフリカンプリンスって売ってたりとかしたんで、よく間違えるお店なんだけど、いいや、そういうお店もあるよっていう。なので、自分で見分けられるその力を、身につけていきましょう。今日はそんな感じですかね。今日は、フナシのアルテシマとベンガレンシスの見分け方についての動画でした。はい。ではまた。